おはようございます。センドラです。本日は11月2日土曜日、ついに3巡目坂内歩き遍路を始めます。いきなりの雨です。今日は台風が来てるみたいなんですよね。とんでもない雨が降るみたいなんで、どんな遍路になるのか、とっても心配です。はい、時間節約のためにタクシーで、大久保寺に来ました。40分ぐらいで着けたんで、やっぱり早いですよね。その分お金はかかっちゃうんですけど、時間は買えないので仕方ありません。88番札所大久保寺です。はい、大久保寺の参拝が終わりました。今回からはお寺の映像を撮るのをやめました。お寺の映像が見たい方は他の YouTube チャンネルで、ぜひご覧ください。それでは87番長尾寺に向かいます。坂内の歩き遍路始まりました。今大久保寺参拝して、次は長尾寺に向かってます。今回は、女体山で、長尾寺向かおうと思ってたんですが、とんでもない雨が降りそうだということで、また諦めました。3回目も女体山ならずと、非常に残念ですけどしょうがないですね。危ないからですか。今はまだあんまり雨が降ってません。こんぐらいだったら女体山行けるかなっていう程度なんですけどね。天気予報を見るとあと10分20分すると、降水量10ミリぐらいのとんでもない雨が降ってくる予定なんで、ビビって、前回掲示板の時に歩いた道と同じ方角、雨の量によってはもう旧遍路道も歩かずひたすら舗装路で行くかもしれません。今日は宍戸寺を打って宍戸駅からお宿モカさんまで移動して、今日終わりにしようと思ってます。じゃあ一日よろしくお願いします。今回は11月ということで気持ちのいい歩き遍路ができるとばっかり思ってたんですが、季節外れの台風が来ちゃって、出だしからなかなかハードルの高い歩き遍路になってます。歩き始めて15分ぐらい経ちました。なんか雨があまり強くなってこないですね。なんだったら今ちょっとやんじゃってます。これだったら女体山の方も女体山の方も行けるのかななんて思っちゃいましたけど、そう甘くはないんでしょうね。ちょうど今雨がすごく弱いので急遍路道ちょっと行ってみることにします。大丈夫かな。どういう感じ。あれどっちだっけ。どっちまあちょっと行ってみましょう。わかりました。これ順打ちでこっから入ってあそこ左に順打ちのルートだったんだな。ってことはもっと向こうに入り口があったのか。あっち側の県道の方に出るやつだったのかな。8月にここ歩いたばかりなのに全く覚えてません。どうなっちゃってんだこれ。やっぱり坂内難しいですね。坂内難しい3ヶ月前に歩いたばっかりなのに、正確に言うと2ヶ月半ぐらい前に歩いたばっかりなのにもうほとんど分かんないです。いや、ただでさえ道迷いしやすい人間ですから、これ先が思いやられますね。まずいですね。気をつけて、楽しんでみようと思います。ここは覚えてます。順打ちで歩くと出口になるところですね。坂打ちだとここが入り口になります。はいそう、こんな感じでした。ちゃんと坂打ち用の標識も出てましたね。こういうのがあるとすごく助かります。1巡目も2巡目もここは歩いたんですけど、やっぱ坂打ちで歩くと全然景色が違います。いや、なんかまるで初めて歩いたところみたいですね。これは今回の歩き遍路も面白くなりそうです。そういえば今回からお寺の映像を撮るのをやめた理由なんですが、まず編集にすごく時間がかかっちゃうっていうのと、クオリティがあんまり高くないんで、できれば他の方のと思って、今回からやめることにしました。楽しみにしてた方、大変申し訳ありません。
そんな話してるうちにどんどん雨が強くなってきました。できれば山の中には入りたくないんですが、ここだけはどうしても歩きたいんで入っていきます。2巡目に歩いた時に素晴らしい竹林があったところです。今回も竹林も素晴らしかったんですが、むしろ幻想的なこの雰囲気にうっとりしちゃいます。はい、雨がますますひどくなってきました。このままだと歩くのもままならないので、天体望遠鏡博物館で雨宿りさせてもらいます。さてどうしましょう。今降水量10ミリから12、13ミリだと思うんですけど、こっから赤とか紫の色になるんですよ。雨雲レーダー的には今出るのは無謀ですかね。ちょっと様子見てみようと思います。いやー、今天体鏡博物館、またここに来るとは思いませんでしたね。以前林さんにお会いしたところですけど、ちょっと様子見てみます。少し雨が弱くなってきたようなので、意を決してまた歩くことにします。ただいま12時15分です。天体望遠鏡博物館で、2、30分休みました。雨がとんでもなくなっちゃって、降水量20ミリとか30ミリとかそのレベルじゃないかと思いますけど、とんでもない量の雨が降ってたんでちょっと避難しました。今雨雲レーダー見たらこれから先、しばらく降水量5ミリぐらい、で推移しそうなので、見切り発車で出発しました。時間にも少し余裕見てるんですが、それでもあんまりトロトロしてると、お宿も岡さんに着くの遅くなっちゃうので、電車もざっくり言うと1時間に1本しかないんですよね。そこのタイミングも合わせていかないといけないので、スタートしてます。順調に行けばあと1時間半ぐらいで、道の駅長尾の辺りに着くんじゃないかなと思うんですが、そこでお昼ご飯食べて長尾寺打って宍戸寺の方に向かおうと思います。今までの雨遍路の中でも圧倒的な雨が降ってました。正直若干驚きましたね。歩きませんでした。向こうの方には以前休憩させてもらった遍路休憩所があります。寄ろうかなとも思いましたが、遠回りするのも面倒なのでまっすぐ行っちゃいます。お遍路の矢印が出てます。あれ、こんなとこあったかなと思ったんですが、ありましたね。そうそう、こんなところ歩きました。ここも県道で行こうか悩んだんですが、せっかくですからね、雨も弱くなってるし、こっちの旧遍路道を歩いてみましょう。ただ川の方に少し道が傾いてるので、落ち葉踏んでつるっと行っちゃったらとんでもないことになるんで、気をつけて歩くようにします。はい、ちょっと手前で県道に出てきて、ここが旧遍路道の入り口です。左側にお遍路さんが歩いてます。あの人傘もさしてないし、雨具も着てないし、すごいですね。11月ですからもう寒いのに、風邪ひかないように気をつけてください。こういう景色は綺麗ですけどね、そんな余裕のあることを言ってる余裕がありません。はい、休憩所が出てきました。ちょっとここで休ませてもらいます。こんだけ雨降ってる時はなるべくこまめに休憩したいところです。道の駅長尾まで残り2キロです。これ女体山に行く時に通る分岐でしょうか。なんかここから入っていくこの道が女体山ルートなんですかね。でまたちょっと歩いたらまた出てきました。ここを左の下の方に降りる道もあるようです。いろんな道があるんですね。今日は小中地さんがケチガンに向かってこの辺りを歩いてるんですけど、県道ばっかり歩いちゃってたら多分すれ違えないですね。残念です。はい、星越の里に到着しました。お店が開いてたのでここでお昼ご飯をいただくことにします。雨宿りできるだけでもラッキーなのに美味しいご飯をいただきました。この雨の中で歩くことに勝つという意味でとんかつをいただきます。どうもごちそうさまでした。とっても美味しかったです。はい、再び歩き出します。向こうにはお遍路交流サロンが見えます。今日は寄らずにこのまま行っちゃいます。
3巡目を11月スタートにしたのは女体山を登ろうと思ったからなんですよね。なのに結局登れませんでした。4巡目こそは必ず登ってみようと思います。この看板1巡目2巡目の時はこれ見るともうすぐ終わるっていう感じしましたけどね、今はまだまだ始まったばかりです。雨は弱くなってきましたが、向こうの方は雲が重そうです。雨の中での歩き遍路はいつにも増して慎重に歩かなければいけません。とりあえず休憩します。ただいま長王子まで残り2キロぐらいのところまで来ました。なんかこの大雨でペースが上がらないですけど、ちょっとね今回わからないのが、今回からこの時計をアップルウォッチからガーミンに変えたんですよ。でアップルウォッチだと電池の持ちが良くなくて、お遍路中に必ず途中充電しないと最後まで持たないんですよね。ガーミンならそこがないのでと思って今回変えて初登場なんですが、ガーミンとヤマップとで歩行距離がもうすでに5キロぐらい違ってるんですよね。こんなに違うもんだろうかと。誤差は当然あるにしてもちょっとそれが多すぎる。アップルウォッチの時もだいたい 5% ぐらいだったんですよね、差が。なので平均取って 2.5% ぐらいのところでいつも距離を設定したんですが、ちょっとこれがですね、計算違いを起こしちゃってて、でこの後長尾寺行ってそれから宍戸寺行ったら多分今3時前なんでね、宍戸寺5時に間に合わねえんじゃないかなと思って初日からもう計画ズタズタです。どうしよう、明日ね取り返せればいいんですけど、やっぱ雨の変動なかなかきついですよね。でもそんなこと言っても歩かないと終わらないんで、頑張って歩きます。なんかいるなと思ったらヘビです。なんでヘビがこんなとこいるんだろう。これ微妙に驚きますよね。はい、宿インテクテクさんまで戻ってきました。前回泊めさせてもらって本当に素晴らしいお宿だっていうのを実感してるので、今回も泊まろうとは思ってたんですけど、ちょっと距離のタイミングが合わなくてパスしちゃいました。次に歩く時には必ずまた泊まってみようと思います。はい、87番札所長尾寺です。はい、長尾寺の参拝が終わりました。続いて86番宍戸寺に向かって歩き出します。やっと雨が上がりました。この後はもう降る予定はありません。あれ、この橋長尾橋って書いてあります。確か遍路橋っていう名前じゃなかったでしたっけ。でもここには遍路橋って書いてありますね。橋の名前が2つあるのかと思って、どうなんだろうこれ。まあ私の中では遍路橋っていうことにしておきます。ただいま3時45分ぐらいです。雨が止みました。もう向こうの方に行ったみたいですね。ここからはもう傘なしで行けるんじゃないかと思います。ただ、今3時45分でしょ。宍戸寺まであと6キロ以上あるのかな。 1.5 時間農協には間に合わないですね。残念。ちょっと明日今農協8時からだからね、ちょっと時間がどうでしょうか。明日は明日で一宮島で27キロ28キロぐらいあるんだけど、農協間に合うかな。びっくりした。明日は区切りの都合でどうしても一宮島で参拝しないといけないんですよ。でしかも薬理寺と、八島寺の上りもあるし、今日宍戸寺の参拝ができないとなるとちょっとスケジュールきつくなるかもです。朝8時から、宍戸寺スタートになっちゃいますからね。ここまで戻ってきました。
ここから数キロの区間は私の中ではリベンジをしないといけない区間です。1巡目の時も道を間違えて、2巡目はそれを補正かけて歩こうと思ったにもかかわらずまた間違えたところです。今回はちゃんと歩けるんでしょうか。ただでさえ坂打ちだと道が分かんなくなる。ありがとうございます。お母さんに道を教えてもらっちゃいました。ありがとうございます。まだ、見慣れた景色は出てきません。でもこの道で合ってるはずです。どこで間違えたんでしょうか。あ、ここだ。はい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 。1巡目の時も2巡目の時もここが臭いなとは思ってたんですが、遍路標識がないんですよね。ただ古い道しるべがあって、多分あれに書いてあるんだと思うんですけど、私それが読めなくて左に2度とも行っちゃってました。ここは右に行くのが正解のようです。この綺麗だった川も、台風の影響ですごく濁っちゃってます。この先、遍路小屋があるところでしたっけ。はいはいはい。ここまでもう戻ってきましたね。ちょっと休ませてもらいましょう。ここから走って志戸寺に行けばなんとなく間に合うかなとか、やっぱり間に合わないかなとか悩みながら歩いてます。ここで志戸寺まで残り500メートル。今4時58分ですから、走ってればギリギリ間に合ったかななんて若干後悔しつつ、でも無理は禁物ですからね。今日は志戸寺に向かわず志戸駅に向かってここで終わりにしようと思います。電車のタイミングがちょうど良かったっていうのもあるんですけどね。ちょうど良かったって言っても、17時32分発。これだと、お宿モカさんに着くのはもう6時過ぎちゃいますね。ちょっと遅くなっちゃいますけど、伊藤さん全然構わないよ、気をつけてなんて言ってくれてたんで、お言葉に甘えてちょっと遅いチェックインにさせてもらってます。引田の駅に着きましたが、もう真っ暗です。モカさんは引田の駅から近いんですが、それでもこの暗さなので若干怖いですけど、なんとかモカさんに到着することができました。いやー疲れました。お宿モカさんは以前の動画で詳しく紹介させていただいているので、ちょっと重複しちゃうところが多いんですが、今回は3巡目歩き遍路1日目ということで、こっから見られる方も多いと思うんでですね、改めて、お宿モカさんを紹介しようと思います。古民家をリノベーションして2024年に、オープンしたお宿です。水回りが特に綺麗です。もうほとんどわざわざこのために作ったんじゃないかっていうような綺麗さです。シャワールーム、外人さんなんかはむしろシャワーの方がいいっていう方も多いようなんでね、シャワールームがよくありますけども、幅は普通ですけど奥行きが長くて、広々としてます。日本人はなんだかんだ言ってもやっぱりお風呂ですよね。湯船で足伸ばしてデーンとしたいという方多いんじゃないかと思いますが、そういう方向けにきちんとした広いお風呂がご用意されてます。いや、これは本当に快適にゆっくりとお風呂に入ることができます。歩き遍路でお風呂大事ですもんね。はい、今回の私のお部屋は1階の和室です。広いお部屋の上に綺麗です。リノベーションしたって言っても程度の問題ってあると思うんですが、相当レベルは高いリノベーションのようです。前回私が泊まった時は2階のお部屋だったんですけれども、こっちのお部屋も広いですね。ちなみにこのお部屋の横にももう一部屋あって、そこがつながるので大人数で宿泊する時も安心のようです。はい、それでは夕食です。お宿モカさんは、広くて清潔な食事処があります。ここでみんなで食事をいただきます。みんなって言っても今日は私だけなんですけどね。伊藤さんの手作りの料理をいただきます。いやー、これうまいんですよね。本当に心のこもった料理ありがとうございます。ごちそうさまでした。おはようございます。ただいま5時58分です。今日は志戸寺の参拝からスタートになりますが、志戸寺の農協が8時からなので、
指導駅に7時40分ぐらいに着く電車で移動しようと思います。その電車に乗るためにはお宿を6時45分ぐらいに出ないといけないので、6時から食事にしていただきました。いやー、本当に朝早くから、ご飯の準備していただいてどうもありがとうございます。今日は何ですかね、朝飯は。相変わらずうまそうです。いただきます。いや、もう本当にこういう朝食がいいですよね。本当にごちそうさまでした。美味しかったです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は、バタバタしながらもなんとか一宮寺を参拝して、その次の日ちょっとだけ歩くところまでつなげます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。